ばんは、わこです。今日は先日買ったこの4冊のほぼ日手帳の使い方についてお話をしていきたいと思います。本当のことを言うと、私はやっぱりカズンサイズの手帳が好きなんです。で、こうやってたくさんびっしり書くのが楽しいんですよね。ただ前にもお伝えしたんですけど、私は、週に7日間働く期間が1年の半分ぐらいあって、そうすると時間をかけて手帳を書くっていう時間が作れないわけではないんですが、なかなかね、体力的にも疲れてしまって書けなかったりするんです。なのでカズンサイズだと持ち運ぶことも難しいし、来年はどうしようかなっていうのをずっと考えていたんですね。期間限定でお仕事をしている方は全国いろんなところに行けるので、こんな感じでね、立ち寄ったお店とか、観光はなかなかできないんですけど、ちょこっと、どこか出かけたりする時間があれば出かけて、そういった様子をこの手帳に書くのがすごく楽しくて、結局ね、ジャンクジャーナルみたいにいっぱい貼り付けるジャーナルになってしまったんですけど、こうやってね、作り上げるのがすごく楽しかったんですね。そしてその出張先の様子を Vlog に撮って、この手帳に書くっていう動画をね、撮る予定だったんですけど、やっぱりそれも忙しくてできなかったので、来年はどうしようかなってすごく悩んだ結果、オリジナルをね、2冊買いました。ただ私オリジナルって上手に使えた試しがなくて、来年はね、ちょっとチャレンジな年かなと思っています。こちらの湯気ファブリックファームさんの手帳カバーなんですけど、去年から一目惚れして欲しかったけど買わずにいたんですけど、今回ね、やっとゲットしたものになります。で、こちらはバーチカルを1個入れてて、これは本業用に使う予定です。そしてもう一つのアベックですね。こちらは今度こそ YouTube がちゃんと続けられるようにっていうのと、あと私ノートをね、2種類書いているんですけど、ノートってアプリ知ってますか？で、そのアイデア帳として使いたくて、 YouTube とノートのアイデア帳としてここに書き溜めていきたいと思っています。で、私会社が始まる1時間半ぐらい前に会社にいたりとか近くのカフェにいるんですけど、その時にね、いろいろ考え事をしたり、頭の中を整理したりするんですが、アプリのメモを使ったりとか、携帯でスクショしたり写真を撮ったものってなかなか見直さずに携帯に溜まっていくばっかりなんですね。なのでちゃんと書こうと思ってこのノートを作ることにしました。そしてスニーカーです。このスニーカーは全てのスケジュールをこの中に詰め込む予定です。持ち歩き用に使います。そしてこのスニーカーに関してはもうすぐにでも使いたいんですね。なのでちょっとこの手帳が届く前に工作していたものがこちらになります。で、これは9月からのマンスリーをね、手作りしました。手書きで、手作りしました。で、9月から11月までのマンスリーで、12月はね、このスニーカーにもう載っているので、はい、9月から11月までのマンスリーと、あとは12月までのウィークリー、フリーページをなくして両側にウィークリーを書きました。で、これをこのゴム、これトラベラーズノートのゴムなんですけど、これをね、いい感じのところで引っ掛けて留めて持ち運ぼうと思います。で、これね、縫いました縫って作りました。
こんな感じなんですけど、ちょっとねはみ出しちゃうんですね。でこれ前の Wix のあまりのフリーページから工作したものなんですけど、このはみ出るのが気になる場合はこのね Wix 用のメモ帳が売ってますよね、ほぼ日さんで。なのでこれを工作して使うとはみ出さずにすっぽりはまるようにできます。実はこの動画紙をめくる音とか全然しないと思うんですけど、一回録音してた声がすごくこもっていて全然聞き取りにくいし、字幕も私の日本語をちゃんと聞き取ってくれないくらいひどかったので、もう一回撮り直しをしてるんですね。なので物音が全くしていません。こちらの2冊は持ち歩き用なので日本語版を買いました。前に英語版を買った時に祝日が分からなくて全然スケジュールが立てられないということが起こったので、持ち歩き用は日本語版、こっちはね英語版を買いました。そしてこの Wix のドットは、ドッツは、英語日記として使おうと思います。昔々なんですけど留学をしていたことがありまして、日記を書き溜めていたんですね。で恥ずかしいんですけど本の日記帳の端には Honesty is my best policy とかねPractice makes perfect って書いてあるんですけど、それは置いといて留学中にずっと日記を書いていたんです。映画の版権とかも貼ってあるんですけど、何冊かあるうちの1冊ちょうどね成長の過程が見える日記帳だったので面白くて実家から持って帰ってきたんですけど、最初はね一行飛ばしでね英語の日記を書き綴っているんですね。なんですけどある時から文字量が増えます。ここですね。前の日と翌日と文字の量が違いますよね。急にね成長したんですね。で、こうやって書いていくことで語彙数だったり表現力もアップしていくし、あとは学校で習った表現とかを使って日記に書き込んだりとかいろいろやっていてね、これだけの量の英語が書けるようになっていた時期がありました。なのでやっぱり日記を書くことってすごく大事だなと思っていて、で資格の勉強をするのであればまた別の話なんですけど、資格を取るわけではなく英語を勉強していきたいっていう場合は、私は参考書とか問題集を一から解くのではなくて、身の回りの出来事をね独り言英語とかをしたりするんですけど、英語で独り言とか使ったり喋ったりとかするんですけど、その中で出てくるわからない表現だったりとか、こういうふうに伝えたいなっていう表現をね書いていったりとか、あとは私はサンティアゴ巡礼に行きたいと思っているので、その巡礼先でね世界中から来る巡礼者の方々とコミュニケーションを取るためにネタをね話のネタを貯めるためにここにね書き溜めていこうかなと思っています。もう一つはスペインに行くので、スペイン語をやっぱりね少しでも話せると現地の方と仲良くなれるかなと思って今年勉強する予定だったんですが全くできなかったので、これも残りの数ヶ月間勉強を始めて来年は習慣化しようと思っています。最初はね単語から覚えていって、あとは一文でもいいから長い文が書けるようにしていけたらいいなと思っています。最後は小さいお家、本の A6 サイズですね。これはジャーナリングに使いたいと思っています。頭の中のモヤモヤとか今考えていることとか将来のこととか、
そういったものが頭の中でふわふわしているままで、これをもうちょっと整理して言語化していこうと思って、今回ジャーナリングをしようと思いました。で、今考えていることの一つは働き方の見直しなんですね。なので、これも詳しくはまた別の動画で話をしたいので聞いてもらえると嬉しいんですが、そういったね、頭の中を整理する、あとモヤモヤしていることとか、ちょっと嫌だなと思っていることも書き出せばすっきりするかもしれないし、書き出すことで解決策が生まれるかもしれないし、どういうふうにすればここを乗り越えられるかとかね、考えるきっかけにもなると思うので、そういうね、頭に浮かんでいるものをすべて吐き出せるようにしたいと思っています。ということで、以上が今回買ったほぼ日手帳4冊のそれぞれの使い道です。大体はね、これで決まりました。あと細かい部分、それぞれのマンスリーに何を書くかとかはね、またこれから動画を作っていきたいと思っているので、また見に来ていただけると嬉しいです。はい。で、スニーカーはね、もう早速来週から持ち歩きます。こうやっていろんな方のね、手帳の使い道見るの楽しいですよね。私もこれ出した後またいろんな方の YouTube を見て回ろうと思っています。で、もう一つ忘れてたんですけど、ここにはしいたけ占いとか、あとこれちょっと表紙外しちゃってるんですけど、ゲッターズ飯田さんの五星三神占いなんです。私銀のイルカなんですけど、銀のイルカさんいらっしゃいますか？で、これのね、来年はこういう年ですよとか、今月はこういう月になりますよとかっていうのが書いてあるので、これもこのジャーナリングの手帳に書いて忘れないようにしていきたいと思っています。はい、というわけで今度こそ以上になりますね。早く使いたくてうずうずしていますが、少しずつセットアップもしていきたいと思っています。そして次の動画でやりたいことをお伝えしておきますと、このね、マイ100リストを作っていきたいと思っています。作った後で動画を撮るか、作りながら動画を撮るか考え中なんですけど、作りながら動画を撮ると無言になる可能性があるので、喋りながら動画を撮れるかどうかちょっとわからないんですが、どういう形になるにしろ、このマイ100を作るっていう動画を出したいと思っていますので、また見に来ていただけると嬉しいです。はい、せっかく用意したお菓子もコーヒーも全く手をつけていませんが、これから食べたいと思います。それではまたお会いしましょう。